こんにちは、柴崎ですよ。お元気ですか？さて、今日も柴崎もね、このように元気にスケッチしてます。今日の絵はね、柴崎が、普段よくね、散歩に行くね、その、風景ですね。今日散歩終わってこんなお天気ですね。夕方になっちゃいました。ね、ここをね、描いてみようと思いますよ。とってもね、夕暮れの空が素敵だったのでね、全体としては空を広めに、まず、配置して描き始めます。この広い空を描くっていうのはもう水彩絵の具の効果を渡すにはぴったりなんですね。ではどんな風にね、水彩絵の具活かして描くかね、もう定点カメラ状態で、お見せしますからね。じっくりご覧くださいね。まず水彩ですから明るいイエローから始まりましたね。そして、徐々にこのように暗い色を足していくんですけども、当然透明水彩ですからウェットインウェットの効果ですね。はい、こうやってにじませていきます。でもまた途中でね、このように広い空を描くと紙が乾いてきたりしますので、もしできたら小型の霧吹きみたいなものでね、紙に水を補充しながら描くとうまくいきますよ。ほら、もうちょっと暗い雲をね、付け加えて、夕方の雰囲気になってきたでしょ？ここは大事なところですね、透明水彩は。なかなか暗い色をわっと画面の中に入れるの勇気はいるんですけども、これをやるとやらないでは全然結果が違いますので、もしあなたが描く場合もね、もう思い切って暗い色を足してみてください。そして、あまりいじりすぎないということですね。さて、今日実は私が着目している風景の大事な要素、このね、ビニールハウスをね、中心にまとめていきますね。よく私ね、ここを散歩してると言いましたけども、散歩してながらね、この、白いね、とても明るい色をしたビニールハウスが気になっていたんですね。これはぜひ描かなきゃいけないなということで、今日このようにテーマに取り上げてるんですけども、もしあなたがね、スケッチするポイントが分かりにくいなと思ったら、今柴崎やってお見せしますけども、とってもね、明るい形のもの、そして、その形をね、しっかり見せてくれる暗い形のものというものの組み合わせを選び出してね、描くと、絵の組み立てはとても描きやすくなります。さあ、そのビニールハウスの足元ね、この農道の一部と田んぼの一部の暗い色を今置いています。もう一気に暗い色を塗ったでしょ？で、こっちがね、その農道に続く、ここは狭い道なんですけども、一応舗装された道ですね。だからちょっとこんなブルーグレーっぽい色で、少しこんな風にね、ペインティングナイフで、質感なんか描いても面白いと思います。そしてここがその道の側面ですね。こっちの方にはね、何軒かお家が建ってるんですけども、そこはあっさり描こうと思います。では円形を描きますよ。遠くの方です。まずね、空との境目を少し濡らしました。そしてこうやってね、色を乗っけてきます。こんな具合です。そうすると、さっきちょっと濡らしましたので、空と円形の境目がね、ぼんやりと、うっすらと柔らかくなるんですね。それで空気感が表現できます。ほら、こんなに暗くなっちゃうんですよ。どうですか？白いビニールハウスがパッと綺麗に浮かび上がったでしょ？これですね。どんな絵を描くにしても、
明るい暗いというね、捉え方がとても大事なんですけども、透明水彩は特に明るい部分は紙の白を残して描きますので、もう最初からその明るい暗いという関係をもう強く意識して、描き始めるということが必要になります。ね。どうですか？白いビニールハウスがパッと浮かび上がったでしょ？これがずっと遠くの方ですね。一般に、同じものであれば、手前のものに比べて遠方の方は明るく、ブルーグレがった色というわけですね。ほら、これが散歩している風景の一部ですね。はい。さあ、お家の方にちょっとお家が建っていたり、少し細かい部分を描いていきます。風景はね、本当にいろいろな要素が目に入ると思うんですけども、柴崎も今ね、お家の一部を描いてますが、ただあんまり描きすぎないということも大事ですね。はい。どのくらい自分の表現をね、セーブしながら、大切なものを中心にして絵をまとめていくかというね、描きながらもその選択を自分の中にしていくということは大切です。さて、手前の田んぼです。まだね、ここ、田植え前の田んぼですので、冬枯れした土がむき出しになっています。ここもまだ枯れ草ですね。今、ペインティングナイフで少し質感を作っています。こんな具合ですね。こういうのも表現の一つとしてとっても楽しいんですね。はい。ほら、重ねたり叩いたりしてるでしょ？これは、ちょっとね、ビニールハウスのフレームとかね、鉄骨が見える部分ですね。はい。こういうのも楽しいですね。もう、何気ない部分なんですけども、少しずつ描いていくとですね、絵がとっても充実してきます。こんなことですね。引っかいたり、細い筆で描いたりしていきます。随分絵が充実してきたでしょ？またでも描いたところね、少しこうやってぼかしたりもするんですね。はい。強く描き起こしたり、また弱くまとめてみたりという仕事の連続です。こっちにお家があるんですけども、先ほど言いましたように、あまり描きすぎないようにします。やっぱり今回はあくまでも主役はこの白いね、4棟のビニールハウスですからね。さあ、ではだいぶ見えてきましたので、手前の部分ですね。うんと暗く描きながら少し質感も強調していきましょう。いろいろな表現です、こうやって。ね。さっき引っかきましたし、今紙で叩いたりしてましたね。こうすることで、手前と奥という空間感も強まりますし、主役と脇役の変化もはっきりしてきます。こんなんですね。手前だから少し鮮やかな色も必要ですね。主にドライブラシで表現しています。はい。では、ね、柴崎の大好きな電池を描いていきますよ。ね、細筆を使ってね、こうです。電柱はとってもいいんですよね。もう、風景のね、アクセントになる大切な要素です。シュッと電線を描きましょうね。はい。これで全体を少しまとめて、はい。出来上がりです。